第3章、有名館の交渉。問い。前回の通信をそうしたとき、自分は非常に疲労を覚え、脳の底部に激痛を感じた。その原因は何であったか。現代立法の不備。汝が激痛を覚えたのは、筆記を我らがあまりに多量の力を用い、しかもそれがあまりに急激に行われたことに起因する。あのような重大問題を論ずるにあたりては、我らとても勢い、多少の興奮を逃れない。天樹の真理図に対する絶対服従の必要を地上の人類に強調せんとするとき、うっかり霊媒の体躯に対する孤慮を失い、図らずも汝に苦痛を与えることになった。今度は努めて心の平静を保つよう、注意を怠らぬであろう。去るにても、戦慄すべきは戦争の惨禍である。戦争なるものは欲望、野心、また復讐的劇場の所産である。そしてその結果や遺憾、麗しき神の見業は無残にも却下に蹂躙せられ、人間が額に汗して築き上げたる平和の結晶は一朝にして見る影もなく消滅せられ、夫婦骨肉の清き絆は断たれ、幾千幾万の家族は愛率いて不幸の谷底に蹴落とされ、大地の上は至るところに屍の山を築く。しかも無理にその肉体からもぎ離されたる無数の魂は、何の用意も教育も施されずに、汚水のごとく霊の世界へとなだれ込む。その罪汚れ、その腐敗は、まさに言語に接し、よろずの災いは、すべてここに刻すのである。地上の人類が、もう少し社会の事情に通ぜぬ限り、文化の発達は到底父たるを逃れない。どう考えても、現代の社会政策、国家政策には破棄を要するものと補修を要するものとがなかなかに多い。例えば社会の治安を目的とする法律にしても、そうはあまりに違反者の制裁にのみ変する傾向があると思う。法律は懲罰的であると同時に給仕的であらねばならぬ。しかるに現代の法律が霊媒に対する罰則のごときは、何という不合理を極めたものであろう。有名交通者の中にはもちろん良いのも悪いのもある。良いものはこれに保護奨励を与うべきである。悪いものはこれを適当に感化誘導して正しきに着せしむべきである。しかるに何ら玉石を顧みることなく、霊媒の全部を精神異常者とみなして懲罰を加えんとするに至りては、愚にあらずんばまさに冒涜である。我々の側から見れば、かの堕落せる水管の類こそ不良霊媒以上の精神異常者である。彼らが出入りする不潔な場所こそは時期通りの魔窟であって、そこには最劣最悪の不良霊伝が彼ら水管の体にかかり、鬼畜に等しき堕落行為にいでしむるのである。これが文明の汚点でなくて何であろう。しかるに現代の法律は平然としてこれら水管に対して一種を染めようとしない。問い。水管の体にかかるとは何の意義か。悪霊の憑依。自爆の霊魂は依然として彼ら生前の情欲と性癖の大部分をそのまま保有している。彼らの大的欲望は業も消えたわけではないが、ただその欲望を満足せしむべき期間がない。そこが彼らの大いに反問少慮する点である。およそ世に満たされざる渇望ほど辛いものはない。で、彼らは何とかしてこの苦痛を癒すべく昔なじみの魔窟に出入りして、ちょうど自分にあつらえ向きの犠牲者を探し出し、人知れずその体内にくぐり込んで主食の欲を満足せんとするのである。すなわち外面的に見ればそれは人間の乱行であるが、内面的に見ればそれは自爆の悪霊の跳躍なのである。自爆の霊はかして凶楽の二度の務めをする。かかる悪霊の犠牲になった人間はもちろんただ堕落の一路をたどり、一歩一歩抜き差しならぬ泥濘の深みにはまり込んでゆく。その間彼の哀れなる妻子は飢えたる腹を抱えて言い知れぬ悲嘆の涙に暮れるばかり。守護の天使とても境外の隔たりはこれをいかんともするによしなく、ただ虚しく遠方から林落の痴漢の暗き行く末を憐れみの目もて見送るより他にせんすべがないのである。この種の悪徳の撲滅には必然的に多大の年月を要する。なんとなれば悪は悪を生み、罪は罪をはらみ、容易にその根絶を期しがたいからである。悪徳はただ民族全体の
道徳的並びに物質的な発達と高尚な知識の普及と、また真の意義ある教育の進歩とによりてのみ、次第次第に洗浄されていくのみである地上の人類が、現在のごとき非合理的法律を牧首している限り、まず改善の見込みは絶無であろう。問い、無邪気な商人は死後直ちに上界に進むか。貴重なる地上生活。否、地上生活の経験は甚だ貴重なもので、断じてこれを度外視することはできない。無論子供たちには罪汚れが少ないから、浄化作用のための境界、いわゆる煉獄の境界を迅速に通過することは事実である。が、知識と経験の不足は、これを死後の教練によりて補充せねばならぬ。霊界には無邪気な子女を教育すべき専門の霊たちが控えていて、彼らの求むるところを遺憾なく満たすのである。地上生活を短く切り上ぐることは、決して本人の利益ではない。強いて言えば、ただ与えられたる地上の生活の悪用をせずに済むという消極的の利益くらいのものである。魂にとりて最も理想的な生活は、四六時中いささかの油断なく、自己に与えられたる天職を睨みつめ、一心不乱に自己の向上と同時に、同胞の幸福を図り、神を愛し敬い、そして忠実に自己の守護霊たちの指示を厳守することである。そうした魂には、汚染の分子が少ないから、従って進歩が早い。ありとあらゆる形式の虚栄と利己主義、すべての種類の怠慢と乱打、また何らかの形で行われる放縦とわがまま。これらは皆、向上前進の大敵である。魂にとりて最大の味方は、愛と知識の二つである。気有せる商人は、天賦的に前者を備えていることもある。が、後者はぜひともこれを教育の力に待たねばならぬ。溶接せる商人の教育の一手段としては、しばしばこれを霊媒の体につけて、地上生活の経験を繰り返させることもある。要するに早死にせる商人は、一方知識の点において損失を受け、他方純情の点において利益を受けていると言ってよい。が、何と言っても人生の悪戦苦闘を守備よく切り抜けて、外貨を上げた魂がさらにさらに尊い。いわゆる艱難難事をたまにすで、試練によりて浄化されたる魂が、死後において特別の境界を与えられ、神の恩寵に良くする。苦労なしに真の向上、真の浄化は到底望まれない。されば多くの魂は、自ら求めて地上に下り、一人の霊媒を選びてこれが指導に当たり、もって何らかの特殊の経験を獲得しようとするある者にとりて、それは愛の修行である。他の者にとりて、それは苦難と悲痛との修行である。その他知識を求むる者、国旗自制の修養を遂げんとする者など、各人各様である。要するに地上に下る者には、皆何らかの使命、また何らかの目的があり、かくして向上進歩を遂げんとするのである。霊的欲求はただ一つ。より以上の進歩、より多くの知識、より多くの愛、その他には何者もない。かくて地上生活の残差はきれいに洗い清められ、魂は絶対無限の思考境に向かって、ただ上へ上へと進んでいくのである。表釈、現代立法の不備は、主として英国を目標として立論しているらしいが、これは他の国々にもある程度当てはまると思う。いずれにしても現行の法規なるものが少々時代遅れの君であることは疑問の余地がないらしい。もしそれ地上生活の経験の尊重すべきものであることを強調する最後の一節に至りては、誠に活眼達式の死にして初めて同破しうる達見であると思う。この一節は特に現世生活を江戸と罵り、途中の階段を抜きにして一足飛びに極楽浄土にでも行こうと焦る無遊病患者に対して絶好の改勅である。